この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は、この本やば！絵が上手くなっちゃう本5選ということで、いやー、この企画大変評判が良くて、またやってほしいという声が多いので、リクエストにお答えしておすすめ本紹介しちゃいます。ただね、これ紹介するたびに思うんですが、毎回僕が本気でおすすめする本を紹介しているので、さすがにね、正直おすすめしたくないっていう本ばっかりなんですね。あんまりね、皆さんに参考にされちゃうと、絵が上手い人だらけになっちゃってちょっと困っちゃうので、本当はね、教えたくないんですが、でもね、情報を包み隠さず、全てをさらけ出すのがこのチャンネルのコンセプトですので、もう全部教えちゃいます。今回紹介する本は概要欄に URL を貼っておきますので、気になった本があればそこからチェックしてみてくださいね。今回の動画を見ていただければ、やば、この本読んだら、うち、絵が上手くなっちゃうかも。そんなあなたの絵を良くするような本にきっと出会えるはずだと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。吉田誠二作品集、パース徹底テクニック。まずですね、一発目に紹介するのは、もうチラチラ見えてたと思うんですが、こちら、吉田誠二作品集。ちょっとね、いつも本当に参考にしているので、付箋が貼られているんですけど、気にしないでくださいね。はっきり言っていいですか？この本、やばい。ちょっとね、やばすぎて、正直一番紹介したくない本です。最初から暴言吐いていい？なんでみんな、この本買わないの？いや、そのぐらいやばい本なんですよ。いや、何がやばいかっていうと、これ大げさじゃなく言うんですけど、この本買って全部理解できたら、もうね、背景のプロ絵師としてやっていけちゃうからね。そのやばさのポイントが3つあります。1つ目は、情報量がやばい。この本ですね、多分、これ、吉田さんの癖だと思うんですが、これでもかっていうぐらい内容が詰めなんですよ。なんかね、例えるなら、普通の定食屋さんに入ったつもりだったんだけど、すいません、焼肉定食くださいって言ったら、はい、ご飯と、それと焼肉と、あとキムチとナムルと、お味噌汁と、あとポテトサラダと揚げ出し豆腐と、あとこれ、うちで育てたトマトなんだけど、これも食べてみて。そんなにみたいな。なんかもうそのぐらいの勢いで詰めな本なので、もうなんか、見ただけでお腹いっぱいになっちゃうぐらいの、そのぐらいの量がギューッと詰め込まれた本なんですね。例えばね、もうこのページとか見て、パースでね、人の大きさとか物の大きさを決める時の考え方を解説するページなんですけど、なんかもう見ただけでやばいでしょ、このページ。特にここ。吉田さんがね、この絵を描く時に意識しているポイントを全部メモとして書いてあるんですが、もうこれだけでもね、こんなこと考えて絵描いてんの？でね、目から鱗がボロボロボロって落ちてくるような知識ばっかりなんですよ。ごめん。ちょっともう頭クラクラしてきた。はい、ごめんなさい。でね、二つ目のポイントは、この情報密度なのにもかかわらず、吉田さんの絵ってそこまで見た瞬間にうってならないっていうか、むしろあっさりとした印象を持つと思うんですが、例えばこのページを見てください。遠くから見るとね、うわ、めっちゃ密度の濃い絵だって思うんですけど、でも近寄ってみると、ほら、もうね、この部分とか、ワンストロークだと思うんですよね。ぴゃぴゃって書いただけみたいな。なんかね、そのぐらい軽い書き味なのに、もう遠くから見ると、えげつなく書き込まれた絵のような、そんな風に見えるんですよ。不思議でしょ？もうね、こういう絵を見ると、ネチネチ書き込まなくても、ちゃんと知識を持って最低限で手を入れていくと、こんな手数で、こんな密度が出るんだっていうね、感動があるんですよね。そしてそういう印象を作るにはどうすればいいのか、みたいなことをめちゃくちゃ丁寧に解説されている本なんです。それがね、やばさの二つ目。そしてやばさの三つ目はですね、これ言っちゃっていいのかな？ですね、背景ってお金になります。いや、ですね、絵のプロを目指す人って、大体がキャラクターの絵が描きたくて、絵を描いている人で溢れ返っているので、言うならば、キャラクター絵師界隈はもうレッドオーシャン。見る限りもう真っ赤っていうか、もう赤すぎてドス黒いんですよ。そのぐらいね、厳しい市場なんですけど、背景描きたい人って、最近はね、ちょっとずつ増えてきている印象ではあるんですが、でもね、正直まだまだ足りてないんですよ。だからですね、背景が描ける絵描きってもう引っ張りだこなので、
ね、背景が描けるようになるのが多分最も絵でプロになるための近道だと僕は思うんですね。吉田さんはですね、その中でももうトッププロとして長年やってきているイラストレーターなんですが、そんな方がここまでの情報を惜しげもなく出してくれている、仕事につなげるためのノウハウが全部詰まった本と言っても過言ではないので、非常にね、ヤバめの本なんです。この本はですね、持っておいて損はない本だと思います。スプラトゥーン活かすアートブック。そして次に紹介する本は、スプラトゥーン活かすアートブックですね。この本はですね、ガチでやばいです。何がやばいかって、僕はですね、最近キャラクターのデザインをさせていただくことが多いんですけど、特にゲームのキャラクターのデザインをする時の最重要項目として、時代を反映させたイケてるデザインセンスっていうのが必要になってくると思うんですね。でもね、イケてるデザインって一口で言っても、じゃあどうすればイケてる感じになるのかって、あんまりわかんないと思うんですよね。しかもそういうのって数を見ないと大量にそういうデザインを摂取していかないと感じ取れない部分っていうのが大きいと思うんですよ。僕もですね、そういうデザインセンスってもともと持っているわけじゃないので、かなりデザイン案でつまずいてしまうことって多いんですが、僕のようにそんな方はご安心ください。このスプラトゥーン活かすアートブックはですね、最高に活かしたデザイン案の宝庫なんですよ。宝庫っていうか、なんならもう数の暴力って言っていいんじゃないかと思うぐらい、すっごいデザイン案を大量に掲載された本なんです。例えばですね、こんなページ。スプラトゥーンって敵と戦う武器やギアって呼ばれるファッションアイテムのデザインが豊富で、かつデザインがすっごいイケてることで知られていると思うんですが、なんかもうページ一面にこんな感じで載っていて、しかもこれが設定資料と合わせて50ページぐらいあるんですよ。やばいですよね。あとね、僕がめちゃめちゃおすすめなページとして、グラフィティアートのページがあります。スプラトゥーンは街中に書いてあるようなカラフルな落書きアート、いわゆるグラフィティアートが世界の中にたくさん散りばめられているんですが、そういったグラフィティアートだったり、ピクトグラムがもうね、いちいちかっこいいんですよ。しかもこれもめちゃめちゃ大量に載っていて、これも合わせて40ページぐらい。すごいですよね。僕はですね、正直こういったイケてるシルエットだったり、ギミックをデザインに落とし込む力はそんなにはもともとないので、この本をもうめちゃめちゃ見て、そういった活かしている感覚を、すげーって言いながらね、もうめちゃめちゃ取り込んでました。今紹介したのは、ボリューム1なんですが、これですね、この密度で実はもう一冊、スプラトゥーン2活かすアートブックも出ているので、そちらもおすすめです。特にね、現代のストリートっぽい雰囲気のイラストだったり、可愛くもかっこいい都会的なデザインを描いてみたいよっていう人には、特に参考になる本だと思います。まだ持ってないよっていう人はぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。絵師で彩る世界の民族衣装図鑑。さて、現代のファッションを描くときももちろん悩むんですが、絵を描いているとね、都会的な雰囲気のイラストを描いたかと思えば、次の瞬間にはちょっと民族的なイラストも描いてみたいな、なんて思うこともありますよね。ただね、もうこっちはこっちで、国や風土によって全然着ているもの、身につけているものが違ってきますから、すごくね、これも悩む部分だと思います。そんな時に参考になるのがこちらの本。これもね、付箋いっぱい貼ってあるんですが、気にしないでください。それだけね、使ってるんですよね。絵師で彩る世界の民族衣装図鑑。こちらの本はですね、世界各国の民族衣装が載っているんですが、それだけじゃなく、様々な絵師さんがそれぞれの絵柄で民族衣装を身にまとったキャラクターを描いてくれたのをまとめた本なんですね。例えばこのページは、パプアニューギニアのドーバって呼ばれる衣装。乾燥させたバナナとか、ヤシの葉でできた腰布とか、あと貝のビーズとか、カラフルな南国の衣装を紹介したページだったり、あとこっちは同じ南国の衣装でも、ちょっと攻撃的な感じがする衣装ですね。同じくパプアニューギニアのウィッグマン。このね、頭につけたカツラは、1年8ヶ月もかけて自分専用のカツラを作るっていう通過儀礼らしいんですが、こういった解説も載っていたりしますね。もちろんですね、本当にこういう衣装を自分でデザインして、キャラクターのイラストを描こうと思ったら、この本だけでは資料が足りないと思うので、それぞれの衣装デザインを自分でいろいろ探してこなきゃいけないとは思うんですが、でも実際に描こうと思った時に意外と悩むポイントとして、この衣装を2次元にデフォルメされたイラストにするときに、
どこまで細部を書き込めばいいんだろうとか、そもそもどんな感じで絵にしようかなみたいな悩みが発生すると思うんですよね。そんな人にはこの本めちゃめちゃ便利です。いやだってもういろいろなエッサンによって二次元のイラスト、デフォルメに落とし込まれているので、実際の写真を参考にする時よりもかなり描きやすいんですね。しかも別のページではほら、こんな風にこういう柄が多く使われてますよっていうパターン素材も別でちゃんと書かれているので、これね、調べるのも結構時間がかかると思うんですが、こういう細かい部分までちゃんとまとめられているのがありがたいですね。さらに絵柄も結構豊富で、こんな可愛い絵柄のエッサンもいれば、かっこいい絵柄のエッサン、さっきのウィッグマンの絵のようにリアルな絵柄のエッサンと、いろいろな絵柄のエッサンが描かれているので、自分にね、合った絵柄を見つけることもできると思います。あと大きさもですね、英語サイズなのであんまりかさばらなくていいですよね。民族衣装を描きたい方はぜひ参考になさってはいかがでしょうか。人外デザインのコツ。さて、背景、デザイン、そして衣装ときて、あとあんまりカバーできていないジャンルとしては、動物とかモンスターじゃないでしょうか。プロのイラストレーターとしては、特にゲームの世界では、モンスターの絵を描けるエッサンはめちゃくちゃ重宝されますから、需要もすっごい高いジャンルですね。そんな仕事のこと抜きにしてもね、モンスターって描けるとめちゃくちゃかっこいいですから、強そうなモンスターが描きたい。かっこいい獣人が描きたい。でね、そんな風に思って絵を描き始める人、多いんじゃないかと思います。そんな時に参考にしてほしいのがこれ、人外デザインのコツですね。この本はですね、やばいんですよ。何がどうやばいのかというと、動物をうまく描くための本って割とあるんですよ。あとモンスターを描くための本っていうのも数は限られるんだけど、でもゲームの攻略本とかには必ずモンスターのデザインは載ってますよね。でもね、獣人とか人と動物を組み合わせたり擬人化したようなキャラクターの、しかもどうやったらそういうキャラクターをうまく生み出すことができるのか、そこまで詳しく解説した本ってマジでないんですよ。でもこのページ見て、まずね、鳥の羽の構造を解説したページ。ここはね、ただの鳥の羽の構造を解説したページなので、むちゃくちゃこれだけでも参考にはなるんですけど、あるじゃないですか、こういう本って。でも、次のページ見て、この羽の構造を頭に入れた後に、この羽を使って、ワシの羽を持った天狗の一族のリーダーのデザインなんですが、どういう構造になっているのか、動きや角度までつけて詳しく解説されているのと、あとここ、文化レベルとかまで考えて身につける衣装は考えるんだよっていう、そういう衣装デザインの考え方までめちゃくちゃ詳しく解説されているんですよね。で、それだけかと思ったら、著者の住吉先生、これだけじゃ終わりません。同じデザインの考え方からこんなパターンも生み出せるよって、派生系の生み出し方まで語ってくれているんですよ。もうここまで知れたら無限大じゃない？この本見てるとね、自分でも魅力的な獣人生み出せるんじゃないか、生み出してみたいってね、ちょっと近くにある紙とか鉛筆ついつい探しちゃうような、そんな衝動に駆られるんですよね。でね、何よりもやばいポイントが、作者の住吉亮先生の各キャラクターのシルエットとかフォルムがもうめちゃくちゃ気持ちいいんだ。これはですね、獣人じゃなくてただの猫を描いたページなんですけど、もうね、シンプルな線なのにすっごい表情があって良感も出ていて、もうね、めちゃくちゃ魅力的でしょ？いやー、こんな絵が描きたいなーってね、シンプルに思わせてくれるパワーをこのページだけからも受け取れますよね。ほんと最高。動物、モンスター、そして自分のオリジナルの獣人を生み出してみたいなーっていう方にとっては、この本はすっごく参考になる本だと思います。ぜひぜひチェックしてみてくださいね。そして最後におすすめする本はこちら、イラスト最速上達法。はい。僕の本ですね。いや、だって本当におすすめなんだもん。しょうがないじゃん。いや、ごめんなさい。おすすめって言いましたが、こちらの本は全員が全員おすすめっていうわけじゃありません。この本、開いたところのここにも書かれているんですが、ここはですね、覚悟してください。この本は劇薬です。読んでしまったあなたは無理やり内に秘めた力を引き出されます。ですが、その圧倒的なパワーと引き換えに、今後3ヶ月、もがいてもがき苦しむことになるでしょう。それでもあなたはこの本を開く覚悟はありますか？
でね、ちょっと脅しとも取れるような文言で始まっているやばい本なんですね。じゃあ、この本の目的は何なのかと言ったら、これはもうめっちゃシンプル。それは、あなたの絵を上達させることです。よくですね、こういう言葉を耳にすることがあるんですよ。斉藤さん、俺ね、長年絵を描いているんだけど、一向に絵が上手くなんないんだよ。やっぱ、絵は才能なんだよな。俺才能ないんだわ。っていう言葉。ですね、それ完全に間違ってますよ。いや、これちょっと厳しく聞こえるかもしれませんが、でもね、あえて言わせてもらいます。絵を描いても描いても上達しない理由は、すごく簡単な理由なんです。それはですね、ちゃんと考えて絵を描いていないから。この一言に尽きるんですね。いや、でもね、この一言を言われると、多分10中8九その人はイラッとしてこう思うと思うんですよね。はぁ？んなこと分かってんだよ。どう考えて絵を描いたら上手くなるのかが分かんないから、だから困ってんだろって。いや、ごめんなさい。怒んないでください。そうなんですよね。考えて書けって言われても、どう考えて、そしてどんな順番で、どんな練習をしたら上達につながるのか、これがわかんないから困っている。そういう人が大半だと思うんです。でも大丈夫。この本はですね、そんな人に向けた本なんです。このページを見てください。PDCA サイクルってご存知でしょうか？プラン、計画を立てて、Do、実行、そしてチェック、問題点を洗い出して、アクション、問題の解決。この本当に上達につながる行動だけを高速で繰り返すことによって絵を上達させていこうっていうのがこの本の主たるテーマなんです。で、その段階でつまずくであろう疑問に対しても、例えばですね、お手本になるような絵柄を探そうっていうポイントで最初につまずいたとしたら、そのお手本を探すときにこんな考え方も参考になるかもっていう考え方、そして補足になるような動画のリンクも QR コードで添えてあるんですね。そうやってどんどんこの本を読みながら練習を進めていくと、まあね、正直めちゃめちゃ苦しいですよ。頭を使うのでめちゃめちゃ苦しいんですけど、それを繰り返していると、あれ？なんか書けるようになってる。そんな風に自分自身で上達できるように、あなたの考え方を変化させちゃう本。それがこの本の一番の価値なんです。最後のページではこんな風に僕が実際に3ヶ月上達法で練習したページも参考に掲載させていただいております。絵が上手くなりたい。でも上手くなる方法がわかんない。そんな方はぜひイラスト最速上達法。下の概要欄のリンクからブース、または電子書籍がお好みの方は Amazon で Kindle 版もご利用いただけます。ぜひ参考になさってくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回紹介した本が参考になった。もっと他の本も知りたい。という方はこちらの動画。知らなきゃ損。絵がめっちゃ上達する本5選もおすすめです。特に最後の一冊はね、絵を描くための本じゃないのにめっちゃ参考になったって言われて、すごく S さんに売れたので、出版社のサンクチュアリ出版さんから斉藤さんの顔を載せたポップを書店に置かせていただいていいですかってね、ご連絡がありました。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。大切な情報を忘れずにお届けするために、ベル通知音の設定もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。